どうもってなんです。本日なんですけども、間もなくね、土曜の丑の日も近いということで、食べたくなったんですよね。酢豚。というわけで早速、本日も作っていきましょう。では作っていきましょうか。今回酢豚ということで、今回はこういった流れでお届けします。まずは野菜を仕込んで、その後お肉の仕込み。多分ここでね、ちょっと脱線タイムが入ると思います。毎度恒例のやつ。その後、もう合わせ調味液を作っておいて、中華といえばの油通し。もって本調理。今回作る酢豚、ですね、なんか酢豚って言っても何種類かあるみたいで、よく馴染みのある、こういったお肉とかお野菜とか入った、こういったゴロゴロの酢豚。よくパイナップルが入ってるか入ってないかで論議が起こりますけども。この酢豚って、広東風に入るんですって。味付けにケチャップを使った甘酸っぱい酢豚。僕はちなみに酢豚にパイナップルが入ってると、珍しいっつってテンションが上がります。こっちの広東風とは別に、北京の方の酢豚だと、またちょっとね、名前は変わるみたいなんですけど、お肉だけを使った酢豚。ケチャップを使わずに真っ黒としてて、お肉がゴロゴロゴロっとしてるのが北京の酢豚。こんな感じでね、いくつか種類はあるんですけど、今回僕が作っていくのは、こっちの北京風の酢豚。もう今回はお肉をふんだんに使っていきましょう。とは言いつつね、僕野菜大好き人間なので、一緒にね、今回お野菜も添えたりするんですけど、今回の概要としては、なんとなくこんな感じ。では作っていきましょうか。じゃあこちらが今回使っていくお野菜たち。もうだいぶピーマンの美味しい時期になってきましたね。もう立派。一応品目としては、ピーマン、赤ピーマン、かぼちゃ、レンコン、ベビーコーン、アスパラガス、白ネギ、ラディッシュ、長芋。こちらの、ラディッシュとか白ネギとかは、あしらいというか、そういった感じで使っていきます。この長芋見て。太く硬くまっすぐビッと伸びたこの立派な長芋。もう思わず買っちゃいましたよね。ちょっとイレギュラーな食材ではありますけども、今回はこちらも使っていきます。そんならば仕込みに入りましょうか。じゃあまずこちらのピーマンと赤ピーマン。ちょっともったいないようにも思いますけど、いつもと同じように、頭とお尻をズドン。こっちのお尻の方は、ある程度の太さを残しつつ、ズコズコっと千切りに。こっちの頭の方は盛り付けに使いたいので、この2つだけお花にしといて、残りはこのヘタを避けるようにペキペキっと折るだけ。こちらはこの後の脱線タイムでメインとなるこっちの筒の方、これは種をむしって、最近の僕の切り方はこう見た時に、ここのドセンターではなくてちょっと右だから、だいたいこの辺ぐらいからまず一発落として、こっちの大きい方をさらに半分。中を一旦きれいにして、この状態まで来たものを三角形に。この時のワンポイント、ピーマンのツルツルした面。こっちって鎧みたいに包丁弾いちゃうので、ちょっとね、刃が入りづらいんですよ、これ。だからこっちのツルツルした面よりも、こっちのカサカサした面を上にして、切った方が切りやすいと思います。レンコンは食べやすいサイズに輪切り。かぼちゃ。アスパラはこの硬いとこだけペキャッと。あとはちょっと切り口を揃えて、これでスタンバイ。
じゃあ最後ラディッシュ。だいぶ下手くそやけど手まり。じゃあ最後長芋。じゃあ一応野菜の切り付けは終わったんですけど、このラディッシュだけあとちょっとだけ手を加えます。じゃあ沸騰したお湯にラディッシュっぽい、どんぐらいだろう、2、3分くらい湯がこうかな。湯がき終わったらおか揚げ。てかあれなんですね、ラディッシュって茹でると表面の赤いの白くなるんですね。初めて知った。じゃあ粗熱が取れましたら、ここにらっきょう酢、あとはこれを漬け込むだけ。なんで急にらっきょう酢が出てきたかっていうと、今日はらっきょうを添えようと思ってるからです。なんかこの中の汁がもったいないなと思って。では出番が来るまで冷蔵庫で待機。ということで野菜の仕込みは終了。続いてお肉の仕込み。でもちろん豚なので豚肉がね必要になってくるんですけど、使う部位として代表的なのはこちらのヒレ肉。お店とかだとこの上質なヒレ肉を使って、ご家庭でうちのおかんとかが作ってたのはこのロース肉やったようなイメージ。やっぱヒレ肉はねちょっと高いんでね、ただその代わり柔らかく仕上がるよっていう、そういったお肉で、もしこのヒレ肉を使われる場合やったらちょっと大きめに削いで作って、でより食べやすいこと、こう見た時にこっちからこっちに繊維が流れてるのが見えるので、その繊維を断つようにこんな感じで切り込みを入れてあげながら食べやすいサイズにカットして、でもうちょっと丁寧に作りたいわっていう方はこういった筋とかをねこうやって掃除してもらってもいいと思うんですけど、もう僕はそこまでせんでいいかなと思う派です。んでこの肩ロースはどう使いましょうか。とりあえず適当なサイズにカットして、でこれも食べやすいサイズにカットしたら軽く切り込み入れて、一応繊維を見ながら繊維を断つように。ここは当たりですね。これにてヒレ肉と肩ロース肉の切り付けは終了。普通ならもうこれだけでいいんですけど、やっぱりね肉汁に狂いたいということでスペアリブを大量にご用意いたしました。これで酢豚作ったら絶対美味しいよね。ちょっとね夢やったんですよ、これで酢豚作るの。おそらくねこの骨付き肉で作った酢豚ってなんかまた別の料理がありそうな気はするんですけど、でもお酢と豚だからこれも酢豚ってことで。でこちらのヒレ肉と肩ロース肉はねもうこのまんま揚げて美味しいと思うんですけど、一応この後下味は打ちますんでね。ただこっちのスペアリブに関してはちょっとね煮込んで揚げないとおそらく硬いと思うんですよ。骨からプルンと身が剥がれないと思うし、なのでこのスペアリブだけちょっと違う処理をします。じゃあまずスペアリブをお鍋に並べて、ここにお水、お湯ではなくお水。じゃあこちらを火にかけまして、まずは一度茹でこぼしですね。水から火にかけて沸騰したら取り出すっていう下処理。これがアク抜きになります。だいぶアクが出てきましたね。骨からくるアクとか、あとはこの豚肉の血とか、そういったものがこうやってアクとしてブクブク上がってくるんですね。ちょっと獣臭いんですね、これが。ちょっと暇なんで取り置きますね。これ大量にブワーッとシンクに流すと排水口詰まっちゃうんでね。じゃあ無事沸騰しましたのでスペアリブを一度回収。これでアク抜き完了。
で、これから柔らかくするために下茹でをしようと思ったんですけど、今回何分大量の水でやったので、沸騰するまでね、15分ぐらいかかったんですよ。だからもうなんだかんだこのまんまでも食べれそうな感じはするんですけどね。このままでも十分美味しい。十分美味しいけど、まだうまくなるね、これ。綺麗に骨からスコンと抜けるくらいまでいきましょうか。じゃあ一度綺麗にしたお鍋にスペアリブを戻し入れて、再び冷たいお水。で、今回の白髪ネギで使わなかったこの青いところ。加えたらまた火にかけて。茹で時間としてはね、でっかいチャーシューが100分とか120分やから、でもあまりにもプルプルすぎると、この後の調理でボロボロっとなっちゃいそうなので、再沸騰してから20分ぐらいでいこうかな。で、まだ硬いなーということであれば、もうちょっと時間延ばしていきましょう。というわけで40分ほど煮込みました。沸騰してからね。今でだいたいこういう感じ。多分これ以上やると柔らかすぎるかなと思うので、このタイミングで引き上げちゃいましょう。じゃあここまで来ましたら、片栗粉をまぶして、全体にまんべんなく。で、多すぎる余分な粉ははたいて、これであとは油で揚げるだけ。そして僕すっごく大事なことを忘れてました。僕ここに一切下味売ってないですね。いや、本当はね、こっちの茹で汁の方にお塩と胡椒を振って、ちょっとお肉の方にも味を入れようと思ってたんですよ。完全に忘れてましたね。なんか今回全体的にぼやっとぼやけたような感じになりそう。まあいっか、これもまた人生。で、スペアリブじゃなくて、こういった普通の肩ロースとかヒレ肉を使う場合は、塩、胡椒、で、全卵の溶き卵。これをよーっと揉み込んで、これで5分から10分ほど放置。で、特にお塩こんだけ、胡椒こんだけっていうことはないですけど、この後塩分のあるタレでも煮絡めるので、これを焼いて食べた時に、ちょっと薄味の塩胡椒炒めになるぐらいでいいのかなと思います。ちょっと分かりづらいですけど。んで、10分ほどしたら、ここに片栗粉。んで、またよーっとなじませて、で、これ今衣をつけてるというより、なんて言うんだろう、この中のお塩とか胡椒とか卵とか、そういったものにとろみをつけて表面にしっかりと乗せるための片栗粉。そしたらここでまた改めて片栗粉。で、逆にこっちが衣となる片栗粉。片栗粉2段活用ですね。じゃあ両面にしっかりとつけて、先ほど同様余分な粉はしっかりとはたき落とせば、これで肉の仕込み終了。ちなみにこれ、上に肩ロースで下にヒレ肉が入ってます。一段ずつペーパーかませながらね。多分これ今回全部は食べんじゃないかな。こんだけあるけね、スペアリブがね。余った分はご近所さんとかうちのマネージャーとか、いろんな方々にお渡しします。じゃあ肉の仕込みも終わったということで、当初はここから脱線タイムに入ろうと思ってたんですけど、ちょっともう一緒にもう合わせ調味液も作っちゃおうと思うので、先にタレを作って、でその後脱線タイムと参りましょうか。それでは今回のタレの材料たちを、せーの。こちらから黒酢、蜂蜜、たまり醤油、濃い口醤油、ザラメ、お水。で、今回の分量が、今回比率というか結構正確な数字でいきます。こちらから大さじ7、大さじ6、大さじ3、大さじ2、100g、100cc。でね、こんぐらいの比率だと、だいたい2、3人前ぐらいになると思います。ただ僕の場合、これだとちょっと少ないので、全体的に、4倍してあります。で、今回のこちらの黒酢は、もう皆さん大好き、人工香酢。これが出るとね、コメント欄がね、ちょっとね、賑やかになりますよね。はい、リピートアフターミー、人工香酢。もはや説明は不要なのかなとも思いますけど、中国の黒酢。これすごく香りがいいんですよね。で、こちらのたまり醤油、本当はですね、もっとドロッとした中国のたまり醤油があるんですよ。ただそれはなかなか手に入らないので、今回は普通の日本のたまり醤油。こちらで代用してあります。補足としてはそのくらいかな。
一応今回のこの分量を見てもらって分かる通り、塩分の含まれてる玉ねぎ醤油と濃口醤油、結構割合は少ないんですよ。その代わりお酢とかこの蜂蜜、ザラメ、こういった酸味と甘みが強い感じ。だから結構甘酸っぱいパンチ力のある味はしますけど、そんな刺激的な味ではないと思います。ここの比率に関しては皆さんのお好みなようにうまいこと調合してもらえれば。じゃあまずはこのお水とザラメ以外を、全部合わせて、でこちらのザラメとお水に関しては、まずはこのザラメをこういったちっちゃなお鍋にで火にかけて、でこの時くれぐれも火加減は弱火で、特にこれが全部溶けきった後はですね、火加減が強すぎるとこれブワ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 っとなって一気に真っ黒になっちゃいますんで、そうすると苦くなっちゃうんですよね。なので弱火でじっくりじっくりと。じゃあもうすぐ全部溶けるわっていうそのタイミングで火加減を最弱に。でこうやって全部溶けてくるとこういったべっこ色になってきますんで、この状態がベスト。もし火にかけてて下から泡が出始めたらもうすぐ火から離してくださいね。一瞬で焦げますんで。でこの状態までいくと映画館のキャラメルポップコーンの香りがします。すごく甘くていい香り。じゃあここまで来たらもう火を止めて、ここに今からお水を加えるんですけど、お水を加えるとこれブワーッと跳ねます。なのでくれぐれもやけどにご注意ください。でもってこのまま水をバッと加えると鍋底に固まってベターっと飴状になりますんで、コツはね、右手でぐるぐるこれをかき混ぜ続けながら、ここにお水、それでもこうやって固まるんですけどね。そしたらもう一度こちらを火にかけて、まずこのザラメを溶かして、ただこのザラメなかなか溶けないので辛抱強くね、今これ何をしているのかっていうと、一度こうやってザラメを溶かしてで水に溶かしてあげると、もうそれこそキャラメルポップコーンみたいな、ああいった香ばしい香りっていうんですかね、カラメルの香り、こういったものがつくので、より深い味わいというか、俗に言うコク深いっていうやつ、そういった感じになってくれるんですよね。だから今回の酢豚とか、あと角煮を作ったりチャーシュー作ったりとか、そういった時にこれをしてあげるとちょっとワンランク上の仕上がりっていう感じです。ちょっと面倒ですけど。じゃああれから約10分全部溶けましたんで、これで準備 OK。 ちなみにこっちがザラメとお水を全く同じ分量で普通に溶かしたもので、こっちが今作ったもの。結構色的にもね違いが出てくるのがお分かりになるかなと思います。もう何より香りが全然違うよね。すごく香ばしい香り。そしたらこれらを混ぜ合わせて、これで酢豚のタレ完成。じゃあタレが出来上がったということで、はい、ちょっと脱線。じゃあ今回のお野菜の端材というか余り物たち、そのうちのピーマンの頭とお尻、ここのとこは酢をで軽く揉んで、余分な水分出すためちょっと放置で、同時進行でこの白ネギの真ん中のところ、ここを使って、僕らには今こちらの大量のスペアリブの茹で汁がありますんで、これをこして、油が気になる方はこれ一度冷ましてから表面に浮く油をね除いてからでいいですからね。僕は今日はいいかな、油が飲みたい気分。じゃあここに今回微妙に残ったたまり醤油を香り付け程度、もちろん普通のお醤油でもで、どこのご家庭にもある紹興酒を一回し、あとはお塩で塩分調整で、こちら使い切らんかった分はこちら冷凍が効きますんで、このまんま冷凍庫の中へ。割り箸でこうして挟むときは使うときにパキッと折れますんでね、ちょっと届かんかったけど、これでチキンラーメンとか作るとめっちゃ美味しいですよ。じゃあこのネギを小口に切って、こちら今回のこのスープの薬味として最後にバッと振りかけましょう。じゃあもう間もなくこちらが沸騰してきますんで、今回余った卵、一人暮らしあるある、卵1パック使い切らん。
ですぐ触るとスープが濁っちゃうんで、固まったのを確認してお箸でぐる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 。よし OK。 あ、忘れ物、ちょっと片栗粉。よし、これで完成。じゃあそうこうしてるうちにこちらの水分も結構抜けてきましたんで、塩を洗い流して、んでよーっと水気も切って、そうしたら、実は今回の酢豚のこのタレ、多分ね結構酸味効いてるんで酢の物にもできると思う。ちょっと濃いかもしれんけど、あとはさっとあえて、いや、やっぱちょっと容器が大きいわ。こっちで漬け込もう。あとは出番が来るまで冷蔵庫で待機。以上、これにて脱線終わり。じゃあこっからいよいよ油通しとか本調理とかそこら辺に参りましょうか。ではまずこちらのお野菜たちから。ではまず油の温度を160から170ぐらいでいこうかな。で、今回このお野菜たち、一般的な中華のこの油で一回ジャーッと火を通して、で、その後タレとかでこう絡めるというか炒めるというか、そういった感じではなく、これ素揚げにしてお肉で作る酢豚の横に添える感じにします。なぜ一応北京の酢豚やと肉だけで作るんでね、あくまでも添える感じで。なので先ほどお話しした通り、もうこの後火にかけることはないので、もうこの段階でバチッと中まで火を通します。で、このピーマンはほんと一瞬で OK。 さーっと泳がしてものの10秒で OK。 ではこれにて野菜たちの素揚げ完了。じゃあ続いてお肉で、こちら油を通すというよりかはこの豚肉の唐揚げを作るような感じで、なんせ酢豚って言うなればあれですからね、豚の唐揚げの甘酢あんかけみたいな、僕はそういった認識なんですけど、でこちらのお肉を揚げるときは温度は200度、高い温度のところにザッと落として、この周りの片栗粉に一気にギュッと火を通す感じ。じゃあいよいよ登場、今回の主役スペアリブ。でもうこちら中までバッチリ火は通ってますんで、周りの片栗粉がカリッとなれば OK。 で1個忘れ物、こちらの長芋、これお肉同様に表面に片栗粉だけまぶしてます。同じく200度のところにストン。ではこれで揚げるという作業終了。熱いね。じゃあこっから先の最後の仕上げはほんと一瞬で終わりますんで、先にこういったお野菜とかこういったものの盛り付けに入りましょうか。じゃあこちらのお皿に素揚げの野菜たちをかっこよくあしらいまして、
これで大皿の準備完了。続いて小鉢、市販の中華クラゲで、今回の酢の物。これで完成。じゃあ今回のタレで、火にかけて一度軽く沸かしたら、水溶き片栗粉でゆるーくとろみをつけといて、あんまり強くとろみつけすぎるとお肉の周りにもね片栗粉がついてますんでね、お団子になっちゃうんで、優しいとろみを。再沸騰したら長芋でお肉、これをしっかりと煮絡めて、全体が黒く染まったら最後化粧油、今回のはネギ油ですね。ならばこれを盛り付けていきます。はい、これで黒酢酢豚セットの出来上がりです。では実着編へゴー。というわけで無事に完成しました。2回目の酢豚、最悪やね。いや、自分でもこの実食部屋の時の音があまりにも悪いなと思って、新しくメインとサブ両方ともマイクを買ったんですよ。したらあんなことになりまして、慣れんことはするもんじゃないね。多分今回は大丈夫なはず。んでね、4日前にもう食べてるんで、多分真新しいというか目新しい反応は多分しないと思います。で、なおかつ量が減ってます。そうなんですよ。僕今日この後撮影があるんですよ、違う動画の。それがね、魚を使うもんで鮮度は待ってくれないんでね。なのでちゃんとこの後カメラが回せるように少し量を減らさせてもらいました。そんならばいただきます。熱っ。もう何回やってもやっぱ揚げ物は汗びしゃびしゃになるね。体にしみるわ。ということで今回ものすごくお行儀悪いですけど、帽子をかぶらせてください。じゃあ早速いきますか。
やっぱこれ何回食べても美味しいわ。あれだね、4日経っても美味しさは劣化しないですね。うまっ。多分僕1回目の時スペアリブをね40分ぐらい煮込んだんかな。でそれでも十分美味しかったんですけど、もうちょい柔らかくてもいいかなということで今回これ100分煮込んであります。なのでもうねホロホロ、噛んだ瞬間に肉の繊維がふんって抜けるような感じで、脂身のところはもうゼリーです。でもって今回のこちらこんだけ色が濃いんですんごい味濃いそうに思うでしょ。全然パチンとくるのはまず人工構図の酸味で、その後蜂蜜と溶かしたザラメ、それらのね、なんていうんだろうね、なんか生めかしい甘さというか艶やかな甘みというか、なんか決してこう直線的な甘さじゃない、なんかこう膨らんだ甘さというか、そういったものが横にピタッと寄り添ってる感じ。塩分的には全然濃くないですよ。やけんこれいくらでも食べれるんですよね。できた。脂身ブルブルんところ。最高。ほっほっほっ。で1回目の時にはなかったものがこれ追加されてるんですよ。ニンニクの素揚げ。いやこれ絶対美味しかろうと思って今回のタレをべしょべしょにつけて、ほらうまい。このニンニクの素揚げ一緒に添えるの超おすすめですよ。バリうまい。でもってここの軟骨の部分も全然食べれるっていうね。じゃあ続いて肩ロースからの長芋。うまっ。もうこっちの肩ロースに関してはもうご飯のお供っていう感じ。やっぱこっちのスペアリブやと下味を売ってないので、なんて言うんだろうな、そんなに激しくない。外はパリッと中は脂身デュルデュルなのにすごく物腰が柔らかい。で逆にこっちの肩ロースはガツンとくる感じ。もうわんぱく。じゃあお次が今回の影の主役、長芋。もうね中心部分ここはシャキッとしてるんですよ。でそこを咀嚼を繰り返していくとネバッとしてきて、で火の入った表面っていうのかな、外側のとこは里芋みたいなほっくりねっとりっていう感じ。これがうまい。でなんかちょっと重たいなーと思ってきたこのタイミングでピーマンの黒酢あえ。うまいな。これ改めて食べると赤ピーマンより普通のピーマンの方が美味しい。何がいいって食感が青の方がいい。微妙な差ですけど。
すっきりした。これまで食べたもの全部リセット。じゃあ僕はまたこっから食没。ではこれで最後ですね。じゃあ最後は何もかんもご飯にぶちまけて酢豚丼。じゃあいつもの音楽スタート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。いやー、でもよかった。いや、もう僕今回これ2回目なので、しかも結構短いスパンで、ちょっとね、僕不安やったんですよ。ちゃんと美味しく感じるかなっていう不安がね。でも全然大丈夫でしたね。やっぱ美味しいもんは何回食べても美味しいわ。実際調理編で作ったものと今作ったものとか食べたものは違いますけど、総じて言えるのは、ニンニク。この素揚げはぜひ横につけてほしいっていうのと、あとね、僕最初に作った時、この煮汁をお肉に煮絡ませる工程の時、あの時ね、最初の方に僕水溶き片栗粉を先に入れちゃったんですよ。でもね、特にスペアリブかな。もうお肉の周りにしっかりと片栗粉はついてあるんで、水溶き片栗粉は一番最後でもいいかもしれないですね。ちなみに2回目に作ったこのタレ。これは一切水溶き片栗粉を使ってないです。それでももうこんだけとろみがつきますからね。一番最後に、もうちょっと煮絡めたいなとか、もうちょっと強くとろみをつけたいなっていう時にさっと回しかけるぐらいでいいかな、と思います。というところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。